皆さん、今日はガラパゴスの羅針盤でゲストに山内さんを今日お呼びしました。で、山内さんはなぜゲストでお呼びしたかっていうと、もう早い時期から中国に飛び込んでいって、今は深センで今ビジネスでやってるっていう、そういう僕から見たら今っぽい人だなと。山内さん、自己紹介簡単にしていただけますか？自己紹介ですよね。はい。はい。はじめまして、山内裕太と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中国の深センに住んでいまして、在住歴は3年目ですね。最初の1年は、ここの大学で語学勉強して、で、その2年目に、現地の、会社に就職をして、で、2年間働いた後、自分で会社を起こして、自分で事業をやってるっていう形になります。はい。流れをざっくりと説明させていただくと、はい、2018年の9月に深センに来たんですよ。18年9月。来た理由も、その当時、僕無職で、もともとファーストキャリアが僕地元の大阪で働いてて、ちょっと日本社会疲れるなってなっちゃって、海外、東南アジアで旅行してて、そろそろ帰ってもう一回就活するかと、息抜きもできたし、帰るかってなった時に、たまたま香港に寄ったんですよ。香港のホテルが高いって聞いていたので、誰か泊めてくださる方いらっしゃいますかねみたいな話をしたら、香港に在住の方がいて、で、その人に案内とか、家泊めさせていただいて、で、最終的に仕事をやるよって言って、けどお前中国語喋れねえだろうと。だからお前、これからの時代は中国だから、深セン行ってこいって言われて、次の日から深センになったんですよ。そうってことは、アジアにバックパッカー行ったら、その時たまたま寄った香港で、そういう出会いがあったっていう。そうです、そうです。それがきっかけですか？それで、次の日から深センで、だから中国語ゼロですよ。それこそ。もう皆さん、中国語のシエシエとか、ニーハオとかね、から、僕は始めましたね。またまた中国語とかって勉強せずに行った。してなかった。全く。山本さんあれですよね。大学は外語大学出たんですよね。外大です。はい。英語は普通におしゃべりできるっていう。そうですね。でもそれとは違う中国語っていうのは1年ちょっとでそんな喋れるようになったんですか？もともとそのね、専攻が英語で、海外留学も経験してたんで、もともとは英語で行こうと思ってた人間だったんですよ。深センって国際都市だって言われてるんで、英語を喋れるだろうと思って行ってみたんですよ。そしたら、喋れない。全然通じない。全然通じないし、ファンも全くわからないし、僕その時に初めて、VPN っていう言葉を知って、で、中国来てみたら何も使えないとかなって、言葉を覚えてない、赤ちゃんかのようにジェスチャーでひたすら伝えてっていうところを始めて、1年間何も分かんなかったんですけど、もう本当に一歩一歩進んでいったっていう感じですね。そっから始めてもう3年で生活して、会社で仕事して、さらに今起業しようって言ってるわけですよね。今ちなみにおいくつでしたっけ？92年生まれなんで、今年29です。深セン来て、その語学大学ですね。深センに深セン大学っていうのがあるんで、そのお金払って、通って、最初の3ヶ月は本当に何にもわからなかったんですよ。生活も学校も何もわからない。そもそも論として中国全くわかんない状態はなんとかなるもんなんですか？日本人として同じ漢字を使ってるっていうところで、理由はあるんですけど、音が全くわからないじゃないですか。わからないじゃないですか。そうですね。はい。なんで、見て聞いて、動作とかを見て、これは何の意味を表しているのかとか、身振り手振りとか、あらゆる情報からいかに理解するかっていう、感覚を研ぎ澄ませる感じですね。なるほど。でもその時ってバックパッカーで入ったわけだから、例えばまず学費どうなったのか、そもそも生活費どうなったのかっていうのが、やっぱすごい気になるところなんですけど、それどうしてたんですか？その時の生活費用、僕この機会だから本音というか、ぜひ、聞きたいと思うんですけど、はい。そもそも僕その時お金なかったんですよ、全然。そのファーストキャリアで辞めるって辞表を出したその2日後ぐらいに、ちょうど仮想通貨が大暴落しまして、貯金も十分したから仕事を辞めて、ちょっとのんびりさせていただきますって言った次の日に暴落しても、ほぼほぼお金がなくなってしまって、もうお金ないから東南アジア行こうってなったんですよ。中国に来てもいいなって思った理由が、その時のその香港で出会った社長さんに、お金あげるから行ってこいって言われたんですよ。そんな人が勉強してこいって言ってお金くれたんですか？深センに大学があるから、お金出すから行ってこいと。
その社長さんの会社が、はい。物を販売していたので、はい。そのお手伝いをしてくれればいいと、リモートで。はい。午前中は授業に行って、午後から授業がないんで、そのパソコンでいろいろお仕事をして。生活費を出してくれたんですか？もう本当に生きて、生活最低限度の、はい。最低限度。でもギリギリ、なんか、食いつないでいた感じです。でもちょっと想像がつきにくいですけど、どんな生活だったんですか、ちなみに。その当時、与えられたお金っていうのが、はい。3種類ありまして、学費、家賃、はい。あと食費。うん。この3つですね。なるほ本当にど。生活最低限度なんですけど、うん。学費に関してはもうその必要な学費の分をいただいて払いました。家賃はい。はその当時1600元とか1700円だったんで、一番まあ月3万円とかですね。食費に関しては1食10元って言われたんですけど、100。1元だいたい今17円とか、はい。だから170円とかですね。なるほど。じゃあ中国で、じゃあ実際に170円で何食べれるかっていう話なんですけど、うん。基本的に何も食べれないです。結局は大学の中にある学食が、自分で取って測って値段が決まるってやつなんですけど、うんうん、そこでいかに安いやつを選んでっていうのをやって、うん。その時は8元とか9元とか、もう本当にギリギリでこうちょっと切り詰めてっていう生活をしてました。あと、ちなみにさっきおっしゃってた、3万円で住めるところってどんなとこなんですか3万円で住めるところは、ほぼほぼないですね。大体みんな2500元だから、5、6万は払わないと、うんうん。いけないですよね。普通に住むとしたらね、自分の部屋を持つとか。なるほど。で、僕がたまたま、その中国で唯一使えるアプリが、エアビーだったんですよ。あ、なるほど。はい。はい。はい。エアビーで探して、見つかって、値段も英語で交渉して、家着いてみたら、案内された場所が、君の部屋はここですって右側のリビングが刺されたんですよ。それどういうことですか？広いリビングなんですけど、うんうん。仕切りを敷いて、うん。ブラインダーみたいな。で、ソファーベッドがあるから、そこでっていう。民家のリビングの一角を貸してくれるっていう。家自体は、そのうん、エアビー用に貸し出してるんですけど、なるほど。部屋じゃなくてリビングだったっていう話です。なるほど。はい。それ月3万円ぐらいっていう。月3万円ぐらいです。うわー、でもそんな感じの生活から始まったんですね。そうですね。なんか僕も想像してなかったんですけど、まさかこんな。いや、でもそれでしかも、英語は通じないし、もう手振りですよね。だから言葉も通じないし、はい。だからもう本当に生活し始めて、はい。大学通い始めて何もわからない。はい。で、午後に帰ったら新しい仕事が待ってて、食費もまあ学食のその油っぽいやつを食べながら、家に帰るのはリビングっていう生活を最初4ヶ月ぐらい。僕だったらストレス溜まって死んじゃいそうな感じになったんですけど、やっぱストレスって大丈夫でした？いや、すごいありましたよ。めちゃくちゃストレスうん。ありましたよ。大学生の時に、アメリカと北欧スウェーデンに留学していって、やっぱりこう海外留学経験があると、やっぱりいろいろあるわけですよ。喋り出したら止まらないと思うんで、はい。手短にはい。言いますと、多分一番黒いのがスウェーデンの方で、僕大学の交換留学生だったので、はい。日本の大学が手配してくれたそのスウェーデン寮に住むってなって、で、行ってみましたと。はい。で、その当時、普通だったらもう交換留学生がたくさんいる、こう、賑やかな場所だと思うんですよ。はい。はい。で、行ってみたら、誰もいない、まだ改修工事終わってないようなワンフロアに通されまして、10部屋ぐらいあるんですけど、そのうちの一つを、手配されて、楽器が始まって2週間後に、ようやく、その、ルームメイト、その同じところに住む、人が来たと思ったら、10人ぐらい、他の部屋をすべて埋め尽くすかのように、カメルーン人の人が来まして、カメルーン人。スウェーデンの大学がビジネススクール、インターナショナルビジネススクールだったんですよ。はい。はい。ヨーロッパ、アジア、もうどこからでもこう、結構いろんな方が来る、豊かな、こう、生活ができますよっていうのが売りの、はずだったんですけど、はい。僕が住んでた場所がたまたま、後から聞いたんですけど、本当に家がなくなって困っている人向けの、寮らしくて、なんで僕がそこに当てられたのかわかんないんですけど、ちなみにそのカメルーン人は学生として来てるんです？それともなんか亡命かなんか来てるんですか、それって。そこがですね、いいポイントでして、はい。普通に授業行って帰ってきて、はい。そしたら全然寝てんすよ、いつも。うん。
で、なんで寝てんのって言ったら、いやー、ちょっと仕事がね、ってうん。言って。で、仕事学生じゃないのって言ったら、いやー、学生なんてあれ口実だよって言って。口実。実はねって言って、俺ら、なんか、まあ、難民申請をして、うん、受け入れてもらったんだよって言って。学生ビザっていう形で、はい。スウェーデンに帰ってきて、夜は、その、IKEA でバイトしてるって言ってました。その人たちと一緒に暮らしてたんですよね。そうですね。10人ぐらいのカメルーン軍団のリーダーと僕は同じ部屋をルームシェアっていうことで。なるほど。プライベートというか一緒ですね。スウェーデンの時は本当何も仕切りがなかったんで、全部IKEA の家具なんですよ。じゃあ中国まだ仕切りあるとまだマシか程度な、そういうまず経緯もあって、深センに来られて、学校を卒業して、今、なんかまだそこにいらっしゃった3年目で、しかも2年目から、もう今タイムケトルの仕事をやり始めたっていうことなんですけど、そこのあたりちょっと教えていただきたいんですけど。2018年の9月に深センに来て、はい、僕も11月にそのタイムケトルに知り合ったんですよ。なるほど、はい。まあ、なぜ知り合ったかというと、クラスメイトの日本人の男の子がいて、はい、彼がすでに人脈を深センで築きつつあって、その彼が、まあ、カメラマンというか趣味でカメラやってるんですけど、ある深センの企業が日本市場に展開するらしくて、商品説明の動画を撮るから協力してほしいって頼まれたらしいんですよ。でも僕、英語も中国語もまだ喋れないんで、ゆうたさんついてきてくれませんかって言われて、じゃあいいよいいよ、行くよ行くよって言って、行ったんです。その現地で。じゃあまあ、ちょっと撮りますみたいなったんですけど、当時まあ、アキくんっていう子なんですけど、彼ジャージで行ったんですよ。スタビライザーと一眼カメラ持ってこう来たんですよ。けど、話してみたら、撮ってほしいんじゃなくて、映ってほしいだったんですよ。カメラマンじゃなくて、俳優さんだったんですね。だからちょっと君この服装無理だねって言われて。アキくんはもう、じゃあ無理ってなって、で僕は普通に服を着てたんで、はい。じゃあちょっと君映ってよって言われて、この商品はっていう説明を日本語で動画を撮って、それで知り合って、で、半年後ぐらいに日本市場を苦戦して、ちょっと手伝ってくれないかって言われて、そこから働き始めたっていう感じですね。なるほど。じゃあ最初は本当に偶然で思いがけず商品説明をすることになり、で、それが今縁ができるきっかけになったってことですね。そうそう、だから本当に、その当時はだって僕翻訳するつもりで行ったのに、行ってみたら翻訳に説明してますからね。それで手伝ってくれって言って、もうすぐ代表になったんですか？いやー、そんな簡単な話でもなく、もう最初はタイムケトルには、お手伝いするっていう形で、やってたんですよ。だから僕3ヶ月ぐらいお金もらってないんですよ、本当は。無給で、じゃあ、やってました。やってたんですか？本当にお手伝いですね。お金ない時だったんですけど、それよりも、深センの現地のスタートアップで働く経験って大事だよなって思って、しかも、香港の社長の仕事もしながらっていう形だったんですよ。学校通いのダブルワークしてましたね。だから、無給で働く代わりに、お昼ご飯と晩ご飯はおごってもらうっていう、お金を浮かすっていう感じで。そことか日本のスタートアップもそういうとこあったりしますんで、結構共通ですね。それで手伝ってるうちに、タイムケトルの代表になって、日本のプロモーションをやるっていうことになったんですよね。そうですね。僕もともと英語教師になるつもりで大学も通ってたんですけど、その語学教育っていうところではすごい関心があって、これからね、翻訳機が出てきた時に、もう英語を勉強しなくていいんじゃないかっていう話が結構上がるじゃないですか、周りで。で、実際それどうなんだろうっていうのを、その翻訳機会社の中に入ってみて、ちょっと体験してみようというか、っていうところから始めたんですよね。僕もともと今仕事やるのはマイクロソフトにいて、その頃からいずれ機械翻訳できるだろうと。ただずっとかけてもなかなか実用に使えるものができなかったと。それがここに来てクラウドになって、コンピューターの性能が伸びて、で一気に実用化して、最近 Google とか DeepL とかね、いろいろやっぱいいの出てきたじゃないですか。で山下さんにお伺いしたかったのは、最初、タイムケトルって最初からあんな風に使えたんですか？いや、今だから言えるんですけどね。当時僕2018年の11月とかですよ。この商品はっていう動画を撮ったとき、実際使ってみたんですけど、やっぱり動画撮るときにリアルに喋って翻訳されたものを撮りたいじゃないですか。どれだけ喋っても翻訳されないんですよ。本当にアイディアはいいんですけど、
ハードウェアの作りとか、はいあとは中身のそのソフトウェアとか、市場全体の技術がその時まだ出来上がってなかった。その時、誘われたんですよ、実は。うん。働かないかって言われたんですけど、うん、やめときますって。お手伝いだったらしますけどっていう話をして、うん。で、その時は別れたんですよ。うん。その半年後にもう一回、そのタイムクトリに入ろうと思ったきっかけっていうのも、うん。もう一回試してほしいって言われたんですよ、商品。で、オフィスに行って、商品を試した時に、その前回試した時よりかなり精度が上がってたっていう、その事実、要は半年間でここまで技術って発展するんだと。ここまで使いやすくなるんだって考えた時に、だから僕が中国に来て3ヶ月何も通じない、何もわからないような、この苦痛の日々を過ごしたに、翻訳機は使うだけでこんな簡単に翻訳してくれるんだって思ったわけですよ。じゃあ日本でも広めていくべきなんじゃないのって、自分の存在価値ありそうだなって思って。僕も実際使ってみて、本当びっくりするぐらい普通にちゃんと認識度も高いですし、しかも翻訳も主語とかをきちんと意識して話せば、普通に使えるなっていうので、本当驚いて、ちょっと夢にかなり近づいたなっていう。僕がもし今、まだ日本にいるんだったら、100% 僕起業しないと思います。